コボカップルだった2人は自然消滅か。幻のケミと化しているスンキ。最近2期はソヌよりジェイクと一緒。スンキ復活もトム。デビュー当初しょっちゅうくっついてて人気のケミだったソヌと2期。喧嘩しながらも仲が良い印象がありました。やんちゃな弟2期とエンハイフンの公式姫ソヌは性格が全く違うにもかかわらずデコボココンビでとってもお似合いでした。カップルなのかと思うほど距離感がバグっている2人。また9月24日をスンキの日と記念日にしていて、毎月24日ごとに写真で記念しますと X に投稿。付き合ってるんですか。熱々スンキカップルにファンからはスンキでフォーエバー、スンキは完璧、愛してる、かわいいなど悶絶するコメントが殺到。2期にとってソヌはアイランドの時から一緒の時間を過ごすことが多く、早い時点で仲良くなった兄ではないかと思います。ソヌと同じ部屋で寝ていた名残で、デビュー後も一緒に寝るのが習慣になりました。これについてソヌは、これまで一人で寝たことしかなくて、最初は一緒に寝ることが不自然でした。でも2期がいつも一緒に寝るよねって確信を持って聞いてくるので、自然と一緒に寝ています。逆に今は一人で寝ると少し寂しい気がします。馴染んでしまったようですと話し、まんまと2期の思うつぼになってしまったソヌ。2020年の V ライブでは2期はヒョンたちと寝てるのという質問に、一人で寝てますよと答えた2期。すかさず本当にとメンバーに突っ込まれます。昨日もそろそろとどっか行ってたじゃんとソンフン。一人で寝てても必ず抜け出してどっか行くとジェイク。キスンは僕のベッドはソヌの上じゃん、寝てるとなんか揺れると暴露。一人で寝られない2期が可愛すぎですよね。2期のことを茶化さずに微笑みながら会話を聞いているソヌの彼女感よ。そんなソヌの優しさが2期に安心感を与えてる気がする。マンネの2期を育てているエンハイフンのヒョンたち、可愛いので全員保護です。仲良しすぎて距離感がバグっているため衝突も多かった2人。たびたび喧嘩しているエピソードをメンバーから明かされることもありました。有名なのは散歩事件。デイ6の 4K が DJ を務める韓国のラジオ番組デイ6キスザラジオに出演した時は、ソヌと2期の可愛い喧嘩エピが話されていました。内容としては2期はソヌを散歩に誘いますが、ソヌはやることがあったのでちょっと待っててと2期に伝えます。しかし待ちきれなかった2期は、キョン先に出てますねと宿舎を出ます。慌てて追いかけたソヌは2期と反対方向に向かっていたようで電話をかけます。遅れてごめんね、でもなんでそんな態度なのと聞きましたが、2期はどんどん先に行ってしまいもう宿舎に戻っていたとか、その後すぐ仲直りしたようですが、朝の4時まで話し合いをしたそうです。2期はすぐ来てくれなかったソヌに拗ねてたんでしょうか。そんな関係をジョンウォンは、2人とも小学生みたいで可愛いですと発言。とにかくこのような小さい喧嘩がたくさんある2人でした。スンキのハイライトとして人気なのがアイドル人間劇場での場面ではないでしょうか。2期が何食べてるのとソヌに近づき、ミントチョコとソヌが答えると同時に足を持って振り回すシーン。大好きなミントチョコを可愛くもっぱんしてたソヌに突如降りかかったマンネの乱暴な絡み。振り回されるソヌと吹っ飛ぶミントチョコ笑うしかない。これについてファンは、スンキ大好き、2期面白い、2期はソヌをからかうチャンスは逃さないと仲良く遊ぶ2人に微笑む人たちが続出。しかし翌年にソヌは分回し引退宣言を発表。残念がるメンバーと全世界の視聴者たち。メンバーたちは期待しているエンジンも多いと思うよとソヌに言いますが、堅くなに封印しますと譲りません。残念な空気を察し、またいつかすると思いますよと言ってくれましたが、分回しは一時お休みということで終話。いつかまた見たいですよね。期待しましょう。2022年頃から2期の思春期と成長も相まって徐々に関係性に変化が、ソヌへの愛情がいじる形へと変わっていきます。さらに2期はタメ口タイムが大好きで、番組中にここぞとばかりに使おうとするなど思春期らしさを大発揮。最年長の座をゲットした2期はこの流れでキムソヌと呼び捨てに、仲良くなるにつれソヌを構ってあげるのが自分の役目だと2期が思うようになり、ソヌヒョンはリアクションが良いので振ってあげなければいけないと半ば一方的な気持ちも抱いていたようです。そんな2人の関係性を見ていたファンたちは、
そぬ、いじめられてる、と心配の声が上がりました。しかし当時の2期はまだ16歳になったばかり。2期なりのコミュニケーションの取り方でそぬと楽しくやろうとしていたのかと思います。よく言う、学生ノリのような感じでしょうか。そんな感じで少しずつ寸喜は変わっていきました。一緒に寝ていた仲良し寸喜でしたが、2期は一人で寝られるようになり大人へと成長。ENHYPENとしての活動が忙しさを増し、疲れてしまうので一人で寝るようになったそうです。寝てみると一人で寝る方が体が楽なことに気づき、そこから習慣化したようです。2期の成長にほっこりする反面、少し寂しい気持ちを抱くファンも多いようで、子供の成長を見守る親の気持ちと声が上がりました。ソヌも内心寂しがってそうと過剰な想像してしまうオタク心。実際ソヌは解放されたと思ってそうですが、2期の思春期も落ち着き、いつの間にか記念日もなくなり、2人の関係は自然消滅へ。最近だと2期はジェイクと一緒にいる方が多くなりました。ソヌにライバル現る。まあジェイク、紳士ですからね。その姫を空港でお守りする姿はさすがにキュンでした。2期は最近ではファッションに興味があり、ジェイクとは好きな服の系統が似ているので話が合うそうです。成長とともに趣味もどんどん変化している2期。仲が良い人も変わったみたい。寸喜ファンはどうにかして2人が一緒にいるところを見たいと思っているはず。2期とソヌの熱々をどうかもう一度。そんな時に放映されたエンオクロックでのワンシーン。全員で足玉をしていた場面でのこと。球技が苦手なソヌは、できないよと輪には入れずしょんぼりしています。それに気づいた2期は、ソヌヒョン、もっと中に入ってきてくださいと手を引っ張って、一緒にやろうと優しく誘います。さらに、ソヌヒョンにボール回してあげてくださいとみんなに伝える2期。運動が苦手な彼女を楽しませようとケアする彼氏感。見たかったやつだ。このシーンに注目していた人も多く、インタビューでは、エンオクロックで足玉をする時も、ソヌさんをずっとケアしていましたね、と聞かれた時、2期は、チームワークが一番重要ですし、チームワークが良くて初めてチームが良くなるわけですから、ソヌさんは体を使うのがあまり好きじゃないので、球技をする時は僕たちがみんなでケアします。西村どうした？ 2 期が急激に大人になっている。成長に感動してしまったのは私だけでしょうか。しかも久しぶりの寸喜の登場に感激すぎるんだが、2期に誘ってもらえたソヌが嬉しそうにも見えるし、やっぱり2人は最強ケミなんよ。お互いに成長し、現在は生還する形で落ち着いている寸喜の関係。ソヌは2023年からピアノを習い始めたようで、新しい趣味に熱中しているようです。それぞれの個性を大事にしつつ、良い距離感を保ちながら過ごしているのかなと感じます。熟年カップルの完成形ってこれなのかな。2期は昨年で18歳になり成人しましたね。というかあんなに色気まき散らかしてるのにまだ18歳なことに驚いてるのは私だけではないはず。にしてもENHYPENが全員成人しているなんて時間が経つのが早すぎて驚きです。これからもっと大人になってまた今までとは少し違った形で寸喜が一緒にいる姿を見れたら嬉しいですよね。お酒を飲みながらあの時の本音はみたいなことを語る2人がいつか見れたらいいな。そんな未来がありますように。寸喜、永遠にコメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。